皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの東部戦線は現在激しい砲撃戦が行われています。一つ前の動画において私は、ウクライナ軍がこの砲撃戦において劣勢に立っている。ロシア軍の方が砲撃機で言うと10倍にも相当する量の砲弾の雨あられを降らせているという話をしました。このように激しい差が生じてしまった理由というのは、ウクライナに対しては世界各国から武器供与や武器弾薬の提供などが行われているのですが、そのほとんどが NATO 規格のものであり、ウクライナがもともと持っている榴弾砲の規格に合ったものではないといった話をしました。今回の動画において、じゃあこのまま戦力比は広がる一方なのかといえばそうではなく、ウクライナ軍の戦力は NATO 規格の榴弾砲によって増強される見通しであるということを皆さんにお伝えしようと思います。というわけで今回の動画において一つ重要なキーワードは M109-155mm 自走榴弾砲です。この109自走砲の提供をノルウェーが22両決定しました。砲弾とスペアパーツ、そして兵器の運用に対する訓練なども行われ、すでに一部はウクライナの戦線に投入されているそうです。M109 自走砲というのは1960年代にその初期バージョンが生産されていることから、インターネット上においてはなんだそんな古い兵器をウクライナに提供しても意味がないだろうと突っ込む方もおられます。しかしこの M109 自走砲というものは何年にもわたって改修改良が続けられ、最新のバージョンにおいては2015年 M109A7 バージョンがアメリカ陸軍に納入されています。ですから M109 自走砲だといって全てが古いかといえばそういったわけではありません。実際にどのバージョンが提供されるかによってその能力は変わってきます。ただし M109 自走砲というのは長い歴史があって世界各国で採用された傑作兵器ではあるものの、近年においては一線を退いた2000級の兵器だと見られることも多くなっています。というのもM109 はあくまでも改修改良を続けていったにしても、どうしてもその基本設計というものは古いものであり、後発に開発されたものの方がより現代の戦い方に合ったものが作られているからです。そのため現在の兵器市場においてはドイツ製、フランス製、イギリス製、さらには韓国の自走砲なども販売競争を競っている状態です。ですから先ほどノルウェーが22両ウクライナに M109 自走砲を提供しますよという話をしましたが、このノルウェー自身も近年韓国製の自走砲へと入れ替えるといったことがあって、保管状態だった M109 をウクライナに提供することとなったのです。そしてウクライナ自身もこうした M109 の取得に乗り出しています。同じく M109 自走砲を採用していたベルギーが2015年第一線から退くものとして民間企業にこの自走砲を払い下げました。払い下げを受けた民間企業がこれら兵器をいつか転売しようと倉庫に保管していたのですが、ウクライナ政府がベルギー政府に連絡を取った上でこの払い下げた兵器を民間企業から買い取るといったことを行っています。これらについて言ってもオーバーホールや整備、そしてウクライナ軍の兵士の訓練などを経て戦線へと投入される予定です。ノルウェーの提供した22両、そしてベルギーの払い下げしたものをウクライナ自身が購入することによって合わせて80両以上がウクライナの戦線で活動することとなります。この動きで注目すべきポイントというのは、ウクライナ自身がもはや新しい榴弾砲を確保するときに、これまで自分たちが使っていた 152mm の規格にこだわらず NATO 規格の兵器を積極的に採用していることです。また榴弾砲といったものは牽引式と自走式のものに分かれるわけですが、ウクライナが求めているのは牽引式のものではなく自走砲であったということも一つ注目されるポイントです。現在激しい砲撃戦が行われているドンバ地方においてはロシア軍の方が砲兵が多いわけですから、砲撃を自分たちの側からした場合においては反撃が来ることを想定してより早く退避することが求められています。
アメリカの提供した剣式榴弾砲というのは重量が軽いためにヘリコプターで吊り上げることができます。そのため空飛ぶ砲兵隊などという異名を持ってはいますが、現在のウクライナにおいてはそうしたヘリで輸送するといったことは現実的には難しいです。アメリカ軍の場合であれば航空優勢を保つことができますし、ヘリについても豊富に持っていますから、剣式榴弾砲を安全にすぐに退避させるといったことができるでしょうが、ウクライナの現状から言えば航空優勢が保たれていない中で貴重なヘリを使って剣式の榴弾砲を危険を伴いながら移動させるといったことはちょっと難しいでしょう。ですから剣式の榴弾砲ないよりは当然あった方が良いのですが、より自走砲の方が求められている状況なのです。そして以前ウクライナに提供される兵器で多連装ロケットシステムについて解説を行った時に、私は兵器の質は良いんだけれど数が圧倒的に足りないからゲームチェンジャーにはなり得ないといった話などをしました。今回の M109 について言えば、ノルウェーから提供されるもの、そしてウクライナ自身が購入することによって80両以上が確保されたわけですが、これだけのまとまった数があれば良い戦力にはなるものの、まだまだゲームチェンジャーというには足りないと私は思います。しかしこの M109 というのは世界各国で採用されたということから、ゲームチェンジャーになりうるそのような要素を秘めています。というのは大量に保有している国が提供を検討しているのです。ではゲームチェンジャーになりうる国というのはどこなのかといえば、それは意外なことですがイタリアです。イタリアといえば戦争には非常に弱い国として有名なわけですが、少なくとも兵器といったものについて言えばどこの国に配備されているものでも基本的に性能差はありませんから、たとえイタリアが持っていたものであったとしても別に問題はありません。イタリアは M109 榴弾砲を200両程度現在は保管状態にしているということで、これらをウクライナに一気に全部提供するといったことがもしも叶うのであれば、そのまとまった火力から言って私はゲームチェンジャーになり得ると思います。ではなぜイタリアがそれほどの大量な数の自走砲を提供し得るかといえば、それはイタリアはすでにドイツ製の自走榴弾砲パンツァーハウビッツェ2000へとその第一線の自走砲の地位を入れ替えているからです。 M109 榴弾砲はすでに現役を退いたからこそウクライナに全部渡したとしてもそれほど痛手にはならないはずです。イタリアはウクライナへの兵器提供に関して本格的な支援というものに乗り出すのであれば M109 保管状態のものを全部渡すといったことをぜひとも実行してほしいものです。そうすればウクライナに対する軍事支援ではアメリカが目立っているんだけれども、最終的な一押しをしたのはイタリアだと言われることも十分あり得ることです。現在行われている戦争をいかにして終わらせるか、その最適なシナリオというのはウクライナ領内のロシア軍を撃退するか、もしくはロシア軍がもはや撤退するしかないと思わせるような大打撃を与えることです。しかしこうした私の意見というのは必ずしも NATO 各国にとって全ての国が賛同しているわけではありません。例えばフランスのマクロン大統領はロシアのメンツを完全に潰すようなことをすれば外交交渉の場にプーチン大統領が来てくれなくなってしまうかもしれないというような意味の発言を行っています。 NATO 加盟国の中には他にもハンガリーもウクライナに対する武器供与が質と量を充実しすぎるとロシアとの関係上よろしくないという意見を持っている国もあります。このような影響もあってか、ウクライナにレオパルド2戦車を提供することを検討していたスペインが提供を断念するのではないかといった報道などもあります。これは NATO 各国一致した考え方として旧ソ連系の戦車については提供しても構わないが NATO にもともと加盟している国々が持っている第一線級の戦車かもしくはそれに近いものについてはなるべく提供しないようにしようというどこか線引きがされているようなのです。しかし第二次世界大戦の時にヒトラーのメンツを考えてドイツと戦う国に対する支援はほどほどにしないとなんていう意見は基本的にはありえなかったはずです。現代においてもプーチン大統領のメンツなど気にせずロシア軍をいかにして撃退するか、そのための兵器供与をどうすればいいか、NATO 各国はぜひとも意見を統一、そして
支援を本格化させてロシア軍を敗退へと追い込んでいってほしいものです。結局のところ戦争は長引けば長引くほど兵士だけではなく戦場となっている場所に住んでいる人たちの命や生活を破壊してしまうもので、早く終われば終わったに越したことはないのです。というわけで今回の動画はここまでです。現在激しい砲撃戦が行われているドンバス地方ですが、ウクライナ側も別に黙っているわけではなく戦力を充実させようと駆け回っているところです。そして支援を検討している国の中にはそれこそゲームチェンジャーになろうとしている国もあるということを皆さんにお伝えしました。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。